窓の設計でだいたい8割ぐらいが決まってくると思います。その抜けのいい方向に窓を作って気持ちのいい場所を作ることで、自然と心地のいい快適な家が作れると思います。皆さんこんにちは。岐阜県関市で設計事務所をやっていますシンクの山田茂弘と申します。今日は自宅兼事務所兼カフェをご案内いたします。この敷地は周辺が田んぼばかりで農業振興地域という場所になります。その橋を買うことができたので、その田んぼに向かって大きく開口を開いて、周りに閉じながら開放的な空間となるような設計を心がけています。自宅兼事務所とあとカフェとガレージを作ることで、普通に設計をするとですね、かなり威圧感のある大きな建物になってしまうんですね。それを避けたかったので、とにかく建物の高さを低く抑えて控えめな印象になるように心がけました。あと外観の色に関しては、黒いガルバリウムの屋根とですね、グレージュというグレーとベージュの間の色を使ったソトン壁という素材の書き落とし仕上げをしています。これは耐久性も良くてですね、ひび割れに強く汚れもつきづらくてですね、何年経っても経年変化が見られにくい落ち着いた色合いとなっています。やはり一番大事なのは、何年経っても飽きのこないシンプルな外観にしたいなということです。あまり木をてらった形ではなくて、何十年経ってもシンプルで心地いい空間にしたいなというふうに思っています。あと最も大切なことの一つとしては、設備の設計です。建物にはどうしても設備が必要で、アンテナだとかエアコンの室外機、給湯器、それから換気扇の吹き出し口ですね、そういったものがいくつか出てきます。それを設計の段階で一切出ないようにデザインすることで、生活感がなくなってですね、シンプルでちょっと特別な空気感が出ます。僕が設計で大切にしていることが2つあります。まず1つ目はですね、レースのカーテンをなくしたいということです。普通に街や家を見ているとですね、ほとんどの家がレースのカーテン閉まってるんですね。でそれにすごく違和感を感じてまして、せっかく透明な大きなガラスをつけたのに、人目とか車が気になってレースのカーテンが開けられないっていうのは、これってどうなのかなと思うんですね。敷地を読み取ってですね、抜けのいい方向に窓を作ることで、そもそもレースのカーテンがいらない空間が作れるんじゃないかなと思っています。そうすることで昼間から全開で窓を開けることができて、開放的でプライバシーが保たれた空間ができるんじゃないかなというふうに思っています。2つ目にですね、機能を犠牲にしない自然なデザインです。どうしてもかっこいいと使い勝手が悪いんじゃないかなとか、メンテが大変なんじゃないかなというふうに思われがちなんですけども、機能美という言葉があるように、かっこいいし使い勝手もいい、そのバランスを特に注意して考えています。建物のアプローチについてです。僕がとても大切にしている部分の一つなんですが、外から内部へ歩いて向かう時のアプローチっていうのは、内部へのワクワク感を増幅させるためにとても大事な装置なんですね。そのためには、道路から入ってきた時にできるだけ長く歩かせて、玄関ドアを外から見えないような位置に配置することで、内部への期待感がより増すような工夫をしています。僕のお家の場合は、メインの玄関と家族用の玄関、シューズクロークですね、それを2つに分けて作っています。そうすることで、家族用の玄関は常に靴が脱ぎっぱなしで置いてあっても、メインの玄関はいつでもすっきりとするような工夫になっております。それから LDK が天井高くですね、窓も大きくかなり開放的な空間なのに対して、それと対照的にですね、玄関の天井はかなり低く、窓も少なくして少し暗くしています。それをあえて暗い空間を作ることで、 LDK に入った時のパッと明るくなった対比を作ることで、より明るく広く感じるような工夫になっています。ガレージについてです。ビルトインガレージとなってまして、雨の日に止めてもですね、濡れずに内部に入ることができる動線を作っています。 LDK は天井高く、屋根勾配に合わせて北側に登っていくような勾配天井となっています。中庭に開く大開口は全開して LDK が2倍になったかのような広がりを持たせています。北
北側の窓はソファーに座った時に空しか見えないような高さに設計しています。それから造作家具を多用しているんですが、テレビボードは宙に浮かすことで床が伸びてより広く感じられるような効果がありますし、存在感のあるオーダーキッチンもですね、宙に浮かせるようなデザインにすることで軽やかな印象となってより広く感じるような効果もあります。それからキッチンの背面の壁は普通は壁にしてあるものなんですが、ガラスにすることで個室とつながって子どもの様子が分かるような効果があります。それから子ども部屋の窓も一般的なものよりもちょっと低めにつけてあります。そうすることでダイニングテーブルに座った時に子ども部屋を通して外まで視線が抜けていくので、より開放的な空間に感じることができます。中庭についてです。中庭の床はタイル張りにしました。四方を壁に囲って空だけを切り取るような完全なプライベートな空間です。リビングの床からフラットにつながることで全開口の木製サッシと相まって連続してリビングが広くなるような感覚を覚えます。個室についてですが、3本の可動間仕切りで仕切ることで廊下とつながってより広い空間を作ることができます。子供部屋というのは将来的に不要になることが多いので、そうなっても使えるようなことを考えています。今は8畳の個室と4畳のロフトというような一空間になっているんですが、子どもの成長に合わせてですね、間仕切り壁を作って5畳プラス3畳とロフトというような2区画にする予定でいます。窓も一般的なものよりもちょっと低めにすることで、机に座った時に田んぼの景色を眺めて勉強することができるような設計になっています。トイレに関しましては、僕のうちの場合は照明器具は奥にある丸い玉一つだけです。換気扇は床に近いところにスピーカーのようなデザインのものをつけています。匂いに近いところから吸うという機能的な意味と、目線に入ってこないっていうすっきりとしたデザインになるようにその位置に設置しています。壁から壁までの鏡収納を作り、洗面台は宙に浮かせることで軽やかな印象となっています。宙に浮かせることで下にゴミ箱やヘルスメーター、脱衣かごなどを置く機能的な意味もあります。それから最も大切なのが、普通ここにあるはずの洗濯機がないということです。当たり前にあるものがないというだけでちょっと非日常な空間になります。和室を作らなかったのですが、その分4畳半のスペースとしてランドリーを設置しました。ここに洗濯機を置くっていうのがポイントで、普通だったら濡れた洗濯物をですね、洗面所から運んで物干しスペースに持っていくっていうのが結構な重労働なんですね。そこで考え方を変えて、乾いたものを先に運ぶ、そしてランドリーで洗って一歩で干すということですね。こういったランドリーを作ることで、どこからも洗濯物が見えない、干しっぱなしでも大丈夫な空間を作れています。事務所は天井高をかなり低く抑えています。構造材の梁を出して屋根裏部屋っぽい雰囲気にしています。天井高を低く抑えることで、キャンプの時のテントのようなこもったような空間になり、低いということで守られた落ち着いた空間になるんですね。そうすると集中して作業するのに効果的な空間となっています。それから事務所の窓は細長く幅が5メートルあります。南と北にだんだんと高くなっているんですね。で、中庭を通してリビングの窓、南と北と全て幅が5メートルで通っています。実は事務所から見ると中庭を通してですね、リビングの北の窓から遠くの山並みまで視線が抜けていくようになっています。事務所の打ち合わせスペースには壁一面の作り付けの本棚があります。ここには僕の好きなもの、雑貨だったり、本だったり置いてあるのですが、お客様が座った時にその面が目に入るようになってるんですね。で、僕が好きなもので埋め尽くされた壁を見ることで、お客さんはおのずと僕の趣味を垣間見ることができて、自分との共通点を見つけていただいて、合う合わないっていうのを感じていただけるようなプレゼンボードのような壁面の本棚になっています。それから細かくさいの目に区切ることで、一マス一マスごとにテーマを作ることができて、一つのギャラリーのような見え方がするので、全体としてまとまりのある空間となります。カ
カフェは15席ととても小さなカフェですが、東面の田んぼの広がる景色を大きく開口で切り取ることで額縁のような窓を作っています。家具はオリジナルのテーブルとハンス・ウェグナーの椅子を贅沢に使用しています。床と壁は奈良を使用しています。無垢材の床を土足で使うことでより贅沢な気持ちになりますし、海外のような使い方をしています。家の設計で最も大切なことっていうのは、その敷地に合わせて設計するということなんですね。同じ敷地っていうのはないですし、お客さんの要望もそれぞれですので、どこでも同じ間取りっていうのはやっぱりありえないんですね。僕が大切にしているレースのカーテンをつけなくてもいいような設計っていうのは、最も簡単に言うとですね、視線が抜けていく、誰からも見られない方向に窓をつけるっていうのが大切なんです。それは南側だから必ず窓を開けなきゃいけないってことはなくて、北でも東でも、西だと西日が入るのでちょっと工夫は必要なんですが、抜けのいい方向に窓をつけるっていうのがすごく大事なポイントです。窓の設計でだいたい8割ぐらいが決まってくると思います。その抜けのいい方向に窓を作って気持ちのいい場所を作ることで、自然と心地のいい快適な家が作れると思います。